今日の動画はエンタメでも文化比較でもありません。みんなに正直な気持ちをお伝えしたいです。YouTube 活動について再考したいものとなっております。この1ヶ月から2ヶ月間、頭の中がずっとモヤモヤしていて、結論から言うと、投稿頻度を見直したいっていうところで、週6投稿してきておりました。その頻度を下げようとしています。で、僕は YouTube を始めた頃、もう最初から毎日投稿を目指して、それを続けられることをしようというふうに思っておりました。だからこうやってトークを選んで、毎日気軽に投稿する計画でいました。で、そうすると少しずつ伸びていて、皆さんの温かい応援で動画を作ることが楽しかったですね。で、その頃はですね、20分ぐらいで台本作って、20分で編集して、もう10分でサムネ作って、もう1日1本レベルでもうスイスイとやってる感じでした。で、一方、もちろんですが、僕は本業、博士課程の研究を中心にやってきておりまして、研究以外の自分の時間の中で、だらだら携帯、ツイッターやってる時間を削って、このような活動をしてきたわけですね。で、これは楽しくて、自分が伝えたかった韓国の話、日本の話もお伝えできるし、こうやって自分の考えていることをアウトプットすることによって、自分の伝える力も鍛えることができるし、楽しくやらせていただいておりました。最初の頃は、週8レベルでやってたこともありますが、そこから週7に落ち着いて、週7から週6プラスライブ配信でもう毎日やるようになって、それでまたきつくなったので、ライブ配信を落として、週6プラス1日はメンバーシップ向けの動画だったりとかしていて、なんだかんだほぼ毎日レベルで投稿してはきていました。ただ、今までやってきた毎日投稿、これ半年間続けてきましたが、それできなくなりましたっていう話があります。考えているのは、週5で1回落としてみて、で、そこからまたきつかったら週4レベルで下げていこうというふうに思っております。というのも、途中から質を上げようとなってきたら、画像も入れたりとか、ネタも考え出したりとか、タイトル、サムネどうするとか考えないといけなくて、どんどん時間がかかるようになってたんですね。で、もちろん僕も時間の使い方かなり工夫しました。編集っていうものを自分で全てやるんじゃなくて、マッキーとかバッキー、草野球の先輩とか、大学の後輩にお願いして、ちゃんとお礼した上で仕事を分けたり、自分の日頃のダラダラする時間をさらに下げて、例えば毎朝は8時から8時半、8時50分ぐらいまで台本作ったりする時間持ってたりしていて、かなり削ったりとかはしてきました。でもそれもまた難しくなってきて、もう1ヶ月前ぐらいから毎日投稿するという脅迫持たなくていいんじゃないかなと思いながらも、自分のできるところ極限までやってきました。これももちろん本業、研究活動をやった上で、残りの時間で草野球もして、マッキーとも時間を送って、さらに残った時間で極限を頑張った話としてあって、別に研究活動の時間削って YouTube やってましたっていう話では絶対ないんですけれども、その中でやってきました。とりあえずは週5で下げたいと思っております。で、月水金土日の週5回を目指しています。で、これも2、3週間ぐらいやってみて、さらにきつかったら週4に下げるだったりとか、週3に下げるとかしていて、バランスを測っていきたいというふうに思っております。その分、SNS、YouTube 以外の活動も力入れようかなというふうに思っております。Instagram 以外にも X とスレッズというアプリがあって、そこでは150文字で気軽にアウトプットできる環境が整っていると。今までの日韓の話とは別の話をしてみたいかなと思っていて、例えば東大生の特徴とか、東大生はこういう人多いだったりとか、もっと自由にしたい話を投稿していきたいと思っております。で、一方、最近忙しい中でも、嬉しい話はあって、論文が通りましたっていう報告があります。これは1時間前に教授から送られたメールで、パックンの論文は通りましたよっていう話が来て、で、私の専攻の場合は、卒業まで博士号を取得するためには、最小要件としては論文が1本必要です。で、僕は今回の論文を通じて、2本目が出来上がった感じですね。で、2本目は専攻の中だと、平均値に近いレベルですかね。でもまだまだ安心できるような数字ではなくて、博士号修了のためには3本ぐらい持っておくと、安心
して卒業できるレベルと言われているので、僕は引き続き、研究に精進して、3本目の論文を出して安心して卒業できるようにしたいなというふうに思っております。というところで、最後に伝えたいことですが、僕が YouTube をやる理由、もちろん収益を得たいっていうところはあります。で、収益を得て僕は、スシロースシローも大好きなんですが、スシロー以外の回らない寿司とか食べたことなくて、4000円超える寿司とか食べたことないんですよね。で最近はちょこちょこ、千代田寿司っていうところの、ちょっとだけいい寿司食べれるようになったりとか、自分の食費、いつも制限して、100円以下にしたいみたいな形で思ってたんですけども、特盛りにして、1000円超えてトッピング入れて、それで嬉しくなったりとかしていて、お金っていうのは、もちろん嬉しいことですが、僕、お金稼げるから何でも話すっていうわけでは絶対なくて、稼ぐためにやりたくもないものに対して人々を騙してお金を取るってことは絶対しません。それはやりたくもないですし、やっていて幸せとも思っておりません。僕がやっている基準としては、収益もありますが、自分がやっていて嬉しくなるか、幸せになるか、楽しく思えるかどうかが大事だと思ってるんですよね。なので、僕は実際 YouTube やってきて嬉しかった瞬間としては、その通帳にお金入りましたというよりかも、コメント欄で自分はもともと韓国のことが好きではありませんでした。でも、パックンの動画を見て、韓国のことを知るようになって、韓国に興味を持つようになりました。そのコメントとか、日頃の皆さんの送ってくださっている温かいコメントとか、そういうのを見ているときに、僕は幸せだなというふうに思ってるんですね。やりがいもあるなというふうに思えるんです。だから、誰かの日常に、1日に10分とか、5分とかでも、良い時間送れるようにできたっていうところがシンプルに嬉しいと思っていますし、その中身というのが、僕が大好きな、日本と韓国というところに対して、お互いの国の人がお互いのことをより深く知るっていう体験を共有できて、それがシンプルに嬉しいなというふうに思っております。私は、高校時代から日本のことが好きで、一方、SNS とかで見てると、韓国と日本であんまり仲良くない人がいたりとかすると思っていて、いつもそれを、あの、見て、残念な気持ちがたくさんあったんですけれども、こうやって自分がやって、それが、なくなる。ほんの少し、一人でも二人でも、そういう方々がいたら嬉しいなと思いながら、日頃の YouTube 活動をさせていただいております。で、これからも良い発言、をしていきたいと思っているので、ぜひ皆さんも、講演していただけると、日頃で、コメントとか、いいねとか、送ってくださると嬉しいと思っております。はい。で、これからも全力で YouTube 活動やっていきたいと思うので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい。で、週6から週5にしますぐらいの、そんな、なんか、そんな重要じゃない内容なんですけれども、ちょっと、はい。こんな感じになりました。はい。以上です。今日は締めたいと思います。以上、ありがとうございました。パクンでした。